紙なんですけど、まあそれを使ってやる人もいるんですけど、僕は結構なんかシンプルって感じなんで、このすきばさみでなんかすくって量を減らすってイメージあると思うんですけど、なんか僕の場合はそうじゃなくて、普通のハサミでやるすいた見た目と、すきばさみでやった状態のすいたそのスタイルの見た目って別々のデザインがあるんで、この彼の場合は、カラーもしてあるんで、こう結構スタイリングをつけた時にこうまとまった毛束が出てほしいっていう、そういう時は、セニングってすきばさみじゃなくて、この通常のハサミで根元からこうザクザクと、毛束を作るようについてあげると、この重さが、見た目の重さが残ったまま形がこう締まるっていう効果が出せるのがハサミでやる、セニングっていう風に僕は解釈してるんで、ちょっとこことここでちょっと使い分けてるっていう感じです。今回のカットのポイントなんですけど、彼自身がパフォーマーなのでカラーは少し奇抜にしてあります。で、よくあるスタイルっていうのは本来ここら辺までブリーチされた状態で、ハイフェードだったり刈り込むスタイルが多いんですけど、彼のパフォーマンスの特徴的に少し特徴的なカラーにしてあります。で、その際にカットも上に行きがちなんですけど、日本人特有で鉢が結構皆さん、これは彼に限らずなんですけど、日本人は結構張ってることが多かったり、この耳の後ろはへこみが強かったりするんですね。で、僕の、いつも意識しているカットっていうのは利用のタイトさ、かっこいいタイトさに対して利用の柔らかさだったりとか、その2つのいいところ取りのカットを常に意識しているので、このまま上げてももちろんいいんですけど、少し彼の場合はウエイトってこの刈り上げの短い部分を下げて、この鉢の骨格の部分をカバーできるようなカットになってます。で、そうすることによってセットすれば特徴的なしっかりこうタイトなシルエットができるんですけど、オフの休みの時に、気軽にここが鉢がカバーできてる分スタイリングなしでも出かけられるようなスタイルを意識して、作りました。で、今回、使ったのはこのマットペーストっていう非常に仕上がりがドライなスタイリング剤なんですけど、使う量としては、この長さの場合だと、少し少なめに取ってつけてます。で、カットのセニングでもそうだったんですけど、上はこの重さを残して毛束を出すためにすいてあるので、もうほとんど全体的につけるだけで形が作れます。で、一つカットの特徴で、さっきの鉢のカバーもそうなんですけど、前髪のこちらの部分ですね、非常に毛流れが、強く作るために少し足面
アシンメトリー風に切ってあるんです。左側を切り込むことによって自然につけるだけで毛がこう流れるようなスタイルになっています。なのでこう全体的に伸ばしたらしっかりつけてもらって、で通常の、ワックスよりちょっとしっかり触るような感じで揉み込んでもらう方がこの髪の毛のこのドライな毛束感っていうのがすごい綺麗に出るので、しっかりつけてもらった後に最後鉢は少し締めるっていう形でつけると非常にこのドライな質感と、スタイリングの良さが一番出せるつけ方だと思います。他の製品でもドライな質感のワックスっていうのは多いんですけど、どうしても白くなってしまったりとかセット力が強すぎてスタイリングの途中でやりづらくなってしまう。で僕ら側の施術者側はそれでも、使えるんですけど、一番はこの彼が普段使うってことを考えるとやっぱり伸びが良くて、なおかつ、サロン帰りの仕上がりを作るっていう意味でこのマットペーストは非常に伸びがいいのでまず使いやすい。でこのドライな毛束のそのホールド力っていうのが、すごい素晴らしいかなと思います。でただカチカチじゃないっていう、この毛の手直しもできるけどしっかり固まる。であとは僕が一番選んだ理由っていうのはあと香りですかね。でいろんなスタイリング剤って結構甘い香りとか多い中、少しちょっとこうスパイシーな香りがするんで、僕がいつも施術で意識してるちょっと一つ上のランクのスタイルっていう提案にすごい合うかなと思って選ばせて使わせていただいてます。で一つこれの注意点としては蓋が微妙に開いてるととても乾燥して使いづらくなってしまうので、これはもうしっかりつけていただいて保存するのが必要です。僕も過去に1回これでカチカチにして、一つ台無しにしたので皆さん気をつけてください。だいぶ変わったんですけど、今の方が働いてる気がしますね。セルフブラック企業じゃないですけど。月にどのぐらいですかね。5回ぐらいですかね。